ご無沙汰しております。ご無沙汰です。はい、隠れライオンズファンの昼間です。ライオンズファンね。隠れですね。はい。はい。今日はですね、非常に、久々ということなんですけど、このね、赤松の文人をちょっとやってみたいなというふうに思います。ちょっと当時にもだいぶ入ったんでね、そのうちの1本いいかなと思って、1個ゲットしまして、作っていきたいと思います。はい、こういう木はね、さっきもちょっと生徒さんと話してて、畳み込んだらどうかって話もあったんですけど、こういう木はまあこういうせっかくこれだけのね長い曲がある細い木なので、これはこれを生かした形でやっていきたいと思いますんで、まあやるのはまあ剪定をしてですね、針金をかけて、でちょっとねあまりにも寝ちゃってるんで、ちょっと植え付け角度とかも変えてみようかなっていうところで、とりあえずまあこんな木をね入手したらどういうふうにするかっていうのをやってみたいというふうに思いますんで、大盆栽祭りでこのね種類のやつを買った方もいるかもしれない。いるかもしれないですよね。そうそう、そういうの方のためにね何でも畳めばいいんじゃないよっていうことをはい、ちょっとやっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい。まずこれあれ、大盆栽祭り、大盛況ですごかったですね。たくさんの方に来ていただいてね、もうすごかったですよね。もう毎年いろいろ、今年もいろんなことがありましてね。そうですね。ね、なんだろう。芸能人の方も何人か来たとかって。そうなんですか。あれ知らないですか？知らないちょっと僕は知らなかったけど。そうか。AKB の方が来たとか。本当に？いう噂がありますよ。あれ知らない？知ってるって言ったら名前聞こうかと思ったんだけど乗ってこないですね。わかんない。どういう方向に持ってきたけどまだつかめない。ということで、これをやるんですけど、まず一番最初にですね、これ買ってどうしようかっていうのが、まあ頭をどうしようかっていうのが一つあるんですね。で、一つの候補はまずここに1個頭候補がここにあるんですね。ここに候補があって、まあここら辺がぐっと返してきてもいいのかなって、イメージはなんとなくこんな感じなんですね。でこれを思った時に一つは、逆にここの厳しさを見せるためにはこれは取っちゃった方が、なるほど、ここの強調できるかなって、で頭をどれかで、問題はもう一つはね、ここにね枝が3本あるんですね。この枝と、この枝と、あとここにあるの分かりますかね。そうするとね、ここ太っちゃうんで、これもう2本にしなきゃいけないと、いうことがあるんで、半抜きになってることですね。そうそう、半抜き、そうですね、ということなんで、どれか1本を抜くんだけど、それをどうしようか、でイメージとしては、まあ、これを抜いてどれかを1本抜くんだけど、挿し枝がこれ今だとね、これが挿し枝になるんですよ。でこの上に帰っちゃってる枝があると思うんですけど、これをぐーっと下に下ろさなきゃいけないっていうのが一番ちょっと問題。逆にこれをね挿し枝にする可能性もあって、でこれを頭にする可能性もある。それが頭なんですか？これが頭かな。これが頭かこれが頭か分かんないです。これほら、ここにその帰ってこの分かりづらいですからね。塊に見えちゃってる。塊に見えちゃってね。これがほら帰っちゃってるのがあるんで、逆にこれを頭にしてっていうのもあるかな。なるほど。これを挿し枝にして、で一度この幹を見せたいので、こうねひねりたいなと。こうひねってきて、これを寄せながらこれをこうひねっていきたいなと言った時に、どれが挿し枝でどれが頭になるか。挿し枝候補がこれかこれで、頭が、今だとこの上のやつかこれか、なんでこれがね下がるとね、これは頭がなくなる可能性もあるかなと思ってて、頭がこれかこれかこれですね。ということで、どれかわからないんで、とりあえずは不要な枝を抜いて、太い針金で一旦ここまでやってみて、その段階で決めていくと、いうやり方で、最後に植え替えと、いうことをやっていきたいと思います。視聴者にどこまで伝わったかが難しいですよね。僕は分かりますけどね、見てるからね。だからまず一つは、こういうのを木を買ってきた時に頭をどれにするかなっ
っていうのがあって、これも頭っていう候補可能性はあります、はい、ただし私はここを強調したいので頭を他で選ぼうという、頭を一つ決めるっていうことと3本の枝のどれかを抜かなきゃいけない、はい、で課題はそこですかね。わかりました。あとの植え替えはね角度でどうなるかということでちょっとやっていきたいと思います、はい、でまずじゃあここからですね、これ一回バチッと抜いてみて、でこういうのは陣とかっていうよりはもう元から取っちゃいます。はい、いきますね、バチッでこれはきれいに取ります。こういう木はですね、ここに天神作りたがる人もいるんですけど、はい、そこに天神を作るとここに枝があったよ、下手するとここに芯があって、枝で作ってんじゃないのって見られることがあるんですね。ここにちっちゃい陣を作ったりすると、よくあるね、よくあるパターンだけど、それはねあまり私はよろしくないと思って、やっぱり幹は幹で作ってるんだよ、で余計な枝を抜いたんだよっていうことなんで、そこはきれいに取りたい、きれいにしたんですよ、道具を全部ピカピカに。で油がですね、サラダ油でやったもんだからちょっと油の酸化した匂いがします。多分皆さん昼間出てこないから、寂しがってたんじゃないですか、ね、目がいや視聴者さんもう目がパッチリ、よく涙出てましたもんね。そう涙飛んでましたもんねね、今はねすごい本当よく見えます。Q さんの顔も見えますか。もうね人の顔が本当に。お前見えなかったですか。いや細かいシワとか、そういうところまでよく見えるように、よく言いますよね、なんかね、手術してよく見えるようになって奥さんの顔のシワがよく見えるって絶対言っちゃいけない話ですよね。トップ陣的な。トップ陣、そうですね、一応埋めておきます。はい、であとは不要枝をどれにするかな、どれを抜くかな。ここもね少し2つ重なってますよね、はい、多いなっていうのと、あとこれがこう幹を遮っちゃって下から出ちゃってる。なるほど、少なくともこれはいらないかなって、まずはね、ここは上に立っちゃってるんですけど、ここ2本、ここか、はい、ここ2本ですね。これが上に立っちゃってるんですけど、これは逆にこっちに帰っちゃってるんで、やっぱここら辺を少し隠しちゃう、そうするとここを強調したいよって言ってるのにそれを隠す枝になっちゃう、なんでこっちを抜いちゃいますね。いい枝なんですけどねこれね、近いんでどっちか抜くっていう意味で、抜いちゃいます。すごいですね、ここまでちゃんと説明してますもんね。何どういうことですか。いやとりあえずいらないんだよねとか言って抜くケース多いじゃないですか、よく見てて。ブランクを感じさせない。いやね、研究しましたから一生懸命。動画見てました。他の見ましたよ、所沢園芸もいっぱい見たし。伸びてますね。伸びてますあれね。ちょっとジェラシーですか。ジェラシーというか、結構でも向こうも喋るし。そうちょっと似たようなお笑い担当がそういうこと言っちゃいけない。プロの方ですから。実力はすごいですからね。実力はすごい方ですから。そうだけどね、そういう方がねやっぱりたくさん出てきてくれた方が、そうですね。音声 Q さんとしてもね、やっぱり特に業者の方はねやっぱりお店の宣伝もなるし、自分のね宣伝にもなるから、どんどん出てもらえるといいんですよね。ちょっと気になったフルパ少しさあここまで。ここら辺が少し見えてきた。はい。この辺はまあこう伏せればいいんでね。はい。太い針金をかけてこれをこういうふうにねじりながら、この後ろの幹のできれば下に持っていきたいっていう感じですね。で、途中からかけますともう枝ないんで、ということで、針金はこっち回転ですね。途中からで効くんですか。途中からで、途中でここら辺はもう動かないですから、少し距離があれば。これ途中からこんな感じでどこでもいいです。U の字作って引っ掛けて、でこれは押さえてるのがいいですかね。で 2,3 周しちゃえばあれすごいかけづらい。もうここまでいっちゃえばもう消えちゃうんで、見栄えもねこっちの方がいいですね。そうですね、怖いな、パキッといきそうで。幹はかなり赤松なんでねまだちょっと早いんですよね。曲げる時期が。針金は入間さんは6月がいいですね。でちょうどこのとこですね、角にやってて、でここ縮めますんでギュッと、ちょっとピチピチがくなりますけど、こ
これはね、よくこっち向きにかけれますね。相変わらずその技は、はい、その技は忘れてないですね。忘れてないですか、はい、さすが。ただしちょっと針金が短かったかなっていうちょっとブランクを感じてますけど、はいはい、ここはね3本あるんでどこに行くか分かんないですけど、とりあえずこれは生きるはずなんで、この枝ですね。はい、どうしました？ちょっとね、一つは針金目が短い。短かった。できればこれ頭になる可能性もあるんで、はい、ここまでかけたい。でもう一つこっちから見てて分からなかったんですけど、ここがピッチが長すぎる。さすがにこの下に入れたいんで、すいません、これカットで。多分使うけど。じゃあ2度目の。そうですね。ちょっとこれらしかちょっと上から。一応針金長くしたんですけど、足んないと嫌なんで、葉っぱを巻き込まないですね。はい、でさっきがこっち行っちゃったんで、このやっぱり近いですけど、この内側に、枝の内側ですかね。はい、はい、ここですね。でこの3本のところはさっき、多分カットになってるんで言ってないと思うんですけどここの間に入れますね。はい、今度長すぎた長すぎたですね。短いよりはね。はい、とりあえず1本かけました。ちょっと細いのでもう1本かけたいんですけど、もう1本をこっちにかけるかこっちにかけるかで、この枝はもう絶対必要なんですよ。挿し枝としても必要だし、頭としても必要なんで、かけたんですけど、これは挿し枝になる可能性がある。残す枝にかけないといけないってことですね。そういうことですよね。でこれが挿し枝だったらこれが頭になってこれを取る、これが挿し枝だったらこれが頭でこれを取る。だからどっちも可能性あるんですね。なるほど。さあどうしよう。どっちが可能性あるかな。どっか絞るかな。そしたらこれを挿し枝にする可能性あるんで、こっちにかけますね、やっぱりね。もう一本そこにこれをこういうふうにした時に、こっちが挿し枝かこっちが挿し枝かって、この挿し枝候補なんで、もう一本これ細いんですねこれね。なんでもう一本をこっちにかけると。はい。じゃあもう一本太い針金を。はいはい。見えますかね。見えます。上にはい、2本目は2本目は終わりました。そしたらですね、これをぐーっとねじって、こう重たくなっちゃったから立てなくなっちゃったですね。ここをぐーっとねじって寄せて下ろすみたいな。そうですね。ここを寄せながらねじって下に行く。目的は、曲の一番いいとこ見せたいっていうのと、そうですね、ここの幹を見せたいっていうのと、やっぱりこっちへ帰ってるんでね、ぐーっとこう下げたいって感じですかね。なるほど。今日は生徒さんがいっぱい集まってるんで、向こうで準備っていうか後片付けですかね。お祭りの後片付けか後片付けなのか。本当はね、これ今上に上がっちゃってるんですけど、これ下に下げるとこの幹の上に上がっちゃうんで、下に下げたいぐらいなんですね。下に枝の話ごめんなさい。この枝の話、このままこう畳んでいくと上行っちゃいますよね。そうですね。この幹の上に上がっちゃうんだけど、本当に下に下げたいぐらいなんで、多少植え付け角度もどうですか。これよりもちょっとこういくとこの辺の変化って見えませんかね。なんでちょっと起こすことを考えて、それも利用してこの枝を下に下げるんですけど、余計にこれを下に下げたくなってくる。それが頭になっちゃいますもんね。それじゃあそうだからこれもこれが一番上が上がっちゃうんでね。そうするとこれを下に下げたいんで、ちょっとこれの針金かけちゃいましょうと。この後ろの枝とこの枝ですね。さあそれではこれを一回下げて、下にぐっと下げながらねじって、これも下げていくと。結構割れますね。ここ割れてるの分かりますかね。こことここ、割れてるね。いや、あんま見えてない。こことここですね。ちょっとこうねじっていくと、
今引っ張るんですけど、これのあえてこれの上に乗せて、これの上にも乗せて、これを押さえたいんで、という位置に。全然分かんなかったです。まずは必ずこれを下げたいんで、これよりも上を通して、さらにこれもこう下ろしたいんですね。はい。これも本当はね、針金かけた方がいいんだけど、ちょっととりあえず引っ張るっていうのは、これとこれをこう引っ張って寄せるのに、寄せるために、はい。寄せながら引っ張る。これ手抜きなんですね、これね。ちゃんとやるにはちゃんとやる。本当はどうするんですか。本当は先に針金かけといて寄せたいんですけど、向きにかけずに針金同士を。そうですね。かってますね。はい。本当はね、こういうところでかけたいんですけど、無理やり通しました。すみません、切っちゃいましょう、これ。やっぱり。どこ。ごめんなさい、これ邪魔なんで。上のやつ。はい。いらなかった。もっと楽だったのにね。で、これをもっとぐーっと。なんかでも幹に当たっちゃってますね。これをだからもっと下げなきゃいけないですね。だんだん厳しくなってますか。だんだん厳しくなってますね。さあ、でねじって一回ねじりますね。そうしたら今ここまでこうねじってきましたね。で一つ思うのはやっぱりこの幹の見せたいということだとやっぱりこう高いんですね。ということでこれを取っちゃいましょう。やっぱり頭の候補の一つだったらこれを取っちゃって、これを差し枝にしてこれを差し枝ですね、やってこれをこの返ってるのを逆に利点というか。分かんないかこっちから見た方が見やすいですか。こっちここに帰ってるこの枝ですね。今裏から見てます。これが頭なんですね。この辺が分かんないから取っちゃうか取っちゃうか分かんないから取っちゃうか。要は高くなっちゃったってことですね。上にねこれが高くなっちゃったんで、ということで取っちゃいますね。これ取っちゃいます。分かるかもしれない。さっぱりした。さっぱりした。でこのくらい抜かないと見えないですもんね。見えないですね。そうということでこれを差し枝ってことはそうするともっと今度こっち持ってこなくこっちにね下ろさなきゃいけないし、でこれがさっき言った立ってることがかえって頭になるよっていう話だったんですね。上に向いてこれ上に向いてるんですね。そうですね。目が伸びちゃってる時にやっても大丈夫なんですか。中途半端にねまだ硬いんでギリギリ帰っていいかもしれないですね。これもうちょっと伸びるとやばいですね。よく言うのは五葉松なんかも芽ができてきたらもう今そろそろギリギリなんですけど、ちっちゃい芽が開きますよね。あれになったらもう絶対触っちゃいけない。だから今本当にギリギリですね。6月に曲げるっていう言ってるじゃないですか。あれはめ切り前ですよね。あれはめ切り前ですね。そうだから新芽が開いてからですね。古葉を取らずに曲げて、でその後芽切りするってこと。そうですね。なんかちょっと危険な気もしますけど、危険な今時期的にそういう意味ではだからギリギリだってことですね。そうですね。枝抜いただけでね、なんとなくなんか文人感が強くなった。そうすると今度は、ここに差し枝が2つここでできてくるんで、この下に向いてる枝が出てきましたね。これが邪魔になってきますね。そうすると今度は頭が上でしっかりすると思うんですよ。これ抜いちゃいます。だからこれ曲げてみないと分かんないんですよね、これね。大事だよね。ここ抜きましたね。そこ頭がしっかり見えてきた。枝4本ですね今。そうですね。
これね、裏枝も将来的にはこれで賄えちゃうかもしれないですね。そうですね、なくても良さそうな、ちょっとただこれが今目がないので、これもちょっと怪しいんで分かんないですけどね、まあ元気なのこの2つくらいですもんね。はい、ちょっとこれ頭下げますね。はい、ここを見せたいって言いながらも、はい、あんまり立ってると見えないんで、これを少し下げます。でこれはもっと下げる。冬枝、下へ向いてる枝とか、はい、あまり懐ちょっと枝多いんで、少しダメな枝とか、ちょっと抜いていきます。文人なんでね、本当はあんまりこれも抜いちゃう。数が少なくていい、腕数が少なくていい。そしたらですね、今これがごっちゃごちゃになっちゃってるんで、一つはこの枝とここの差をつけたい。はい、なのでこれを下げたいですね。はい、でこれが多分一番下の差し枝みたいになってくると思うんで、はい、こうするとこの間が空くと思うんですね。で頭をね、これをちょっと上げたいぐらいかな。今ちょっとやりたいのは、はい、なんでこの枝とこうちょっとだけかけますね。はい、ちょっとだけ。上げる。はい、大体できまして、ちょっとズルしますね。ちょっとズル。ちょっと後ろあんまり長いと。はい、ということで針金をかけました。はい、これが頭ですよね。まあ見てわかると思いますよね。分かんなかったら悲しいんだけど、この辺が頭ですね。はい、これがね。はい、でこれにちょこんと枝をくっつけて、これは枝を下ろしました。はい、これがくっついてたんで、これを逆に上げて、これを下げて、隙間が、そうですね、隙間上げてという感じですね。はい、ちょっとこんな感じかな。でここは少し見えるようにして、はい、でここは完全に裏へ持ってったっていう感じですかね。裏、はい、裏ですね。この上にあったのが下に下ろして裏へ持ってったんで、将来的にはここが裏ができてくればいいんですけど、今目が弱いんで、一応こう保険としてこれ取っといてという感じですかね。はい、はい、でちょっと植え替えをしてみたいなというふうに思います。結構ね植え付け難しいんで、やってみたいなはい、はい、で鉢は、いくつか持ってきたんですけど、一番ちっちゃいのはこれ。面白い鉢ですね。そうそう、これはねみんな一緒なんですよ。アビスケさんっていう鉢なんですけど、これ辺のこれ辺とか、これもそうですね。みんな一緒ですね。入るかな。入ったらいいけど、これだとでもちょっと大きい気もしますね。大きいんですよね。これだともう完全に大きいですもんね。これチャレンジしてみますか。これはもうでかいわ。これとこれはどっち？こっちの方がちっちゃい。これ入ったらいいけど厳しいかな。そうですね、起こすとね、こっち側がどうなってるか。そうですね。ということで、じゃあちょっとチャレンジしましょうか。無理かなと思ってこれ持ってきたんだけど、意外入ったらいいなってなっちゃったんで、これでやってみましょう。はい、ということで、準備をしまして、はい、植え替えを開始したいと思います。わちゃわちゃしてますよね。お客さんがいっぱいいるんで、じゃあ外して、いやまあ外すだけなんで。熱烈な盆栽9鉢ファンが、はい、毎回買ってもらってます。はい、私の木もねたくさん買っていただけてるんで、そうですよね。でこういうふうにやるんで、こっち側の上とこっち側の下を削ると、はい、いうことですね。よし、いい金婚金がダンゴムシとともに少しもらっておくか。金婚金をね、はい移植して少しあんまり入ってない一生懸命やった割にはあんまり入ってないです。雰囲気でね、雰囲気でちょっとメガネをします。一応
土がねダメなんですって。そうですよね。庭いじりがダメって書いてあったんで、葉っぱと枝ならいいかなと思って。目こすったりするのが怖いですね。ああ、まあそうですね、目はこすんないようにしないといけないですけど、それとこのまあいいや、全体にちょっと周りを一回落として。これ結構危ないんで、こういうね、尖ってますから気をつけてください。出てきた。これが鉢が真横に行くよりはちょっと前に来た方が面白いと思うんですよね。これがそのベロッとやってベロッという角度で植われば。難しい。もうちょっと落とすか。少しですね。結構不安定な感じしますね。倒れるな。倒れちゃう。入るんだけど倒れちゃう。鉢がない。なんか盛り付けますか。重りってでも何ですかね。重りかけてるってのがあるんですよね。後ろに。今土入れて伝わるじゃないですか。多少一応多少は良くなったんですけど、これで水を入れればね。水をかければね。乾いたら倒れるみたいな。ね、乾きが分かっていいかもしれない。やっぱり広間さん倒れたっていう。あ、降ってきた。雨降ってきてますよ、本当に。雨降ってますね。はい。苔を張ってちょっとちっちゃい重りを探してます。ちっちゃい重りってなんだろう。鉄の棒があればいいんですけど、ダメですね。常に高木さんに押さえておいてもらう。細かい土を入れて、もう止まらない、進めるしかないのもうね。もう後戻りできない。ね。で、ちょっと苔を張って水をかけていきます。はい。こんなことになるとは。もう一個。興奮してるの大丈夫です。興奮してる。ゴーグルの意味が違う。なんやかんやありましたね。なんやかんやありましたけど、メモとりあえず終わりまして、あまりにも倒れちゃうっていうことで、重りを2つくっつけました。それねよくやるんですけどね、こういう形で2つ、アルミでこう引っ掛けただけですね。で結構、全然違いますね。全然違いますよね。はい、という感じですね。今日はまずここを見せたいっていうことですね、一つね。で、あとこの幹を見せたいよというために下げて、こうねじりながら下げて、枝3本のうちの1本太いのを抜いて、これを頭差し枝というふうにした。で、この辺が、この幹の上にあったんですね、この裏枝がね、この枝がね、それを下げてということで、将来裏枝は少しどっちかになるかなっていう感じですね。で、植え替えをしましたと
ちょっとね、まあいいか、もうちょっと起こしてもよかったかもしれないですね、そちら側にね。角度ね。角度をね、少しかなっていう、まあ、でもまあっていう感じでいいと思います。はい。はい、で、ある意味ね、この辺曲面白いんですけど、この辺が少しおとなしいんで、そこら辺を葉っぱで隠してるっていうのもあるんですね。そう、そこら辺はね、悪い言い方で言うとごまかしなんですけど、まあ、いい言い方するとテクニックということで、はい。ちらちらっとこの幹を見せる、この葉っぱでね、で一応いい形になったかなっていうふうに思います。鉢もそんなにね、無理に、枝を落としてないので、まあできたかなということなんで、まあこの木はまだ盆栽祭りの後も残ってるかもしれない。なんとも言えないですよね。なんかね、あれ売ってしたらまずいんですよね。いや、まあ多分お祭りで売る用の祭りだからね、だからもう数減ってるかもしれないですけどね。そうですね。減ってるんですよね。もう減ったんですよね。もう売り切れました。じゃあ何のためにやったのね。買った人のためにね。はい、ということで、まあ参考になればというふうに思います。以上になります。今日は。でも基本的なあれでしたね。そうですね。いいところを見せて、良くないところを隠して、そうですね。隠してでこんもり丸になってたのを分けていった。そうですね。棚を作ってですね、作っていくっていうことで。何よりも昼間さんが元気にまた動画出てくれたということで、目がパッチリ。2人にしてくださいって言ったんだけど、そういう手術じゃないから。ということで、次回は昼間さんのあれですか、何買ったかとかになるのかな。かもしれないですね。次回でもあと今人気の株立ち五葉松が出るかも、どっちになるか先分かんないですけどね。まあ購入は少しいくつか買いたいと思ってますんで、売るのもたくさん売りますけど、違う買ったんですよね。買った動画ですよね。もうめちゃくちゃな動画買った動画をお届けしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。